私は岩の代表をしている比嘉千穂と言います。2011年の3月にロサンゼルスにある県人会に、とてもお世話になりました。そのことをきっかけに、海外のうちなーんちゅの人と、沖縄の人、特に若い世代をつないでいきたいとか、お世話になった人たちへの恩返しをしたいという思いで、活動をしてきました。でその2011年に、ロサンゼルスに行くまでは世界のうちなんちゅ大会とか名前は聞いてたんですけど、全然関わる機会がなくて、行ってみてこんなにたくさんのうちなんちゅの人がいるんだって驚きましたし、そこでチムグクルとかユイマール、あとイチェリバ町でこういうことなんだなっていうのをすごく感じました。で世界のうちなーんちゅの人に会えたから、このうちなーんちであることが本当にラッキーなんだなとか、とっても誇りに思えることなんだなって、思って、すごく感謝しています。2011年の3月に6人が出会って活動をスタートしました。10月に第5回の世界のうちなーんち大会があったので、その大会に向けていろいろ県内で PR していこうということで、沖縄移民の研修だったりとか、地元のお祭りに出てメッセージフラッグ書くことやったりとか、ちょっとマラソン大会でT シャツつけて PR したりとかっていうことをやっていきました。で、10月の大会の当日は、会議と、琉球ストンプっていう2つのイベントを企画しました。で最初6人からスタートしたものも、みんなが面白そうとか、海外のうちなーんちの人と会ってみたいとかっていう風にしてどんどん人が増えていきました。でせっかく仲良くなったので、もっとこの絆を深めて、ずっとやっていくために、2016年の次の沖縄でのうちなーんち大会までに、沖縄じゃなくて海外を回って若者版のうちなーんち大会をやろうっていう風にして宣言してやってきました。で2012年が、初めてブラジルで行って、その次がアメリカ、そしてその次がドイツ、そしてフィリピン、そして最後沖縄っていう風にして、回ってきました。でどの大会もすごく思い出が深いんですけど、やっぱり第1回目の大会の時が本当に試行錯誤で、何もわからないけど行きたい、そして待ってる人たちがいるということで思い出に残ってます。でブラジルに初めて着いた時も本当にたくさんの人に歓迎してもらったし、言葉が通じなくてもうちな口でアキチョビオとかチムグクルとか、そういう単語は通じ合いましたし、その沖縄の歌を一緒に歌ったりとかっていうこともできて、本当に楽しかったし、もっとこの気持ちとかこの体験をいろんな人に伝えていきたいと思って、ずっと続けることができました。若者版のうちなーんち大会とは言ってるんですけど、企画するのは県人会の人に協力もらったりとか、今日スポンサーの方にいろいろお願いして協力得たりとか、あと先輩たち、いろんな知識持ってる先輩たちにいろいろ教えてもらったりとかっていうことで、いろんな人に関わってもらって活動ができてきたのかなって、思って本当に感謝してます。若者うちなーんち大会を中心に今までやってきたんですけど、もうちょっと何か次のことやりたいよねとかって考えた時に、任意団体だったのを会社としてやっていこうっていうふうにして、2015年の7月に、会社を法人にして再スタートっていうんですかね、させました。でもそれまでは
お仕事っていうよりはちょっとこうみんなボランティアで関わってもらって、やっとこの 2,3 年で、お仕事としてこの沖縄の若い人と海外の若い人を一緒につなげる企画をやったりとか、ちょっとしたコーディネートしたりとかっていうことで今やっている最中です。これからやっていきたいことはたくさんあるんですけど、主に今は2つあって、まず1つ目が2世とか3世とか、海外とか県外にもいるんですけど、そのうちなんちの人たちで今この沖縄県内に親戚を見つけることが難しくなっているので、そのルーツを探したりするコネクト、つなげたりするサポートをしたいなと思っています。で、例えば親戚を探したりとか、おじいちゃんおばあちゃんのかつて住んでいた場所とかに探したりとかっていうことをすることで、その人たちがもっと沖縄のこととか自分の家族、自分のこと知りたいってなると思うので、そういうサポートをしていきたいなっていうのがあります。で、2つ目が沖縄のために頑張って活動している人たちとコラボレーションをもっとやっていきたいなと思ってます。で、特に海外のうちなんちゅの人たちはデザイナーさんとか多いので、アーティストとして使っている作品とかをちょっと一緒に沖縄県内で広めることをやったりとか、新しく一緒に何か商品とかイベント企画したりとかっていうことをやっていきたいなと思っています。で、そうすることでその県内の人も沖縄のこともっと好きになったりとか、同じうちなんちとしてのこの誇りとか愛とかがすごい芽生えてくるかなと思うので、そういうどんどん海外と沖縄の人たちをつなげていくサポートをしていきたいなと思っています。10月30日は世界のうちなんちの日。沖縄にルーツを持つ県外海外の皆さん、沖縄文化が大好きな皆さん、そして沖縄県内の皆さん、一緒にお祝いしましょう。皆さんの大切な人と一緒に沖縄の美味しい食事も準備してください。例えばハワイからは豚が送られてきて、沖縄は今ではたくさんの豚料理を食べることができるようになりました。ぜひ豚料理と一緒に私はユンタク泡盛、彼岸の名前が書かれたユンタク泡盛で乾杯したいと思います。カリーン。